中国の不動産危機への取り組み、政府による資金支援とその影響。中国政府は資金不足により工事が停滞する可能性のある不動産プロジェクトへの支援を開始しました。この取り組みの一環として、各地方政府は融資に適した事業をリストアップし、このホワイトリストを銀行に提示しています。目的は、建設資金の貸し出しを促し、プロジェクトの進行を加速させることにあります。この施策が開始されてから2ヶ月足らずの時点で、約2000億元、約4兆円を超える融資が決定されたとのことです。政府は、この支援によって購入者への住宅引き渡しを加速させ、社会的な不安の高まりを抑えることを狙っています。中国の不動産市場は、経営難に陥る開発業者が相次ぐなど、深刻な状況に直面しています。購入契約を結んだものの、工事の進行が滞るプロジェクトが多く発生し、それが購入者による抗議活動を引き起こしています。さらに、これらの問題は信用不安を招き、新規の販売が落ち込むなど、市場の低迷を長引かせる悪循環を生んでいます。このような背景のもと、中国政府の取り組みは、不動産市場の安定化を目指す重要なステップと言えます。融資支援によって建設プロジェクトが再開されれば、市場の信頼回復につながる可能性があります。しかし、このような支援策が市場に与える長期的な影響については、今後の市場の動向や政府の追加的な対策によって左右されるでしょう。ここからは、中国経済解説員の綾瀬がお伝えします。銀行融資が通るホワイトリスト。銀行は回収できるのか。ホワイトリストの中身について調べようとしていますが、なかなかわかりません。以前から囁かれていた国営企業救済プログラムだと思われます。碧桂園などはホワイトリストと言われているので、4兆円の救済プログラムに入れるかもしれません。しかし、ここで難しいのが、この救済プログラム、どこまでの範囲なのかがわかりません。銀行がどこまで負担するのかはわかりませんが、やはり気になるのは、次の金融危機、銀行危機です。不動産企業も、たくさん銀行から借りていること、小売回債券がセットで販売されており、銀行が販売する理財商品の破綻が気になります。アメリカでも、同様、商業用ローンが危険ですが、不動産ローン担保証券として、社債が証券化されています。米中とも問題はありますが、株価も高めです。コミュニティでお話ししましたが、アメリカ雇用統計の速報値ではなく、確報値が1月 12.1 万人減っています。このことに関して、市場は反応薄です。速報値だけごまかせば、確報値で修正すればいい。政府の意図が見えます。正規職員のリストラは進み、パート社員が増えていることも、FRB の資料からは見えてきています。本当に、市場が織り込むように、ハードランディングはないのか、だんだんと怪しく、思えてきます。バイデンジャンプ。中国不動産市場の再建に向けた新戦略とその背景。中国の不動産市場は、近年、厳しい試練に直面しています。2021年以降、政府の規制強化の影響で、不動産開発会社が流動性危機に陥り、国民の住宅購買意欲が後退している状況です。このような中、中国政府は不動産市場の活性化と健全な発展を目指して新たな方針を打ち出しています。まず、帝光住宅都市農村建設省が全国人民代表大会全人代に合わせて開いた記者会見で重要な発言をしました。彼は低迷する住宅販売に対して強制的かつ秩序だった方法での改善を表明。具体的には法や市場の規則に基づいた破産や債務再編を容認する方針を示しました。この発言は中国不動産市場が直面している深刻な問題、すなわち流動性危機や不動産プロジェクトの未完成、
消費者の不安などに対する政府の取り組みの一環として捉えられます。特に注目すべきは、中国恒大集団や碧桂園空港、カントリー、アーデン、ホールディングスなどの大手不動産開発会社が債務不履行に陥ったことにより、多くのプロジェクトが中断し、代金を支払ったにもかかわらず住宅を手に入れられない購入者が増えていることです。これらの問題に対し、政府がどのように対応しようとしているのかが桂光氏の発言から伺えます。一方で、李強首相は不動産部門での新たなモデル構築を急ぐ考えを表明しました。これには、より購入しやすい住宅建設と住宅需要を念頭に置くことが含まれます。また、彼は住宅は住むためのもので投機が目的ではないという原則を再確認し、不動産市場の健全な発展を目指す政府の姿勢を示しました。これらの発言は、中国政府が不動産市場の再建に向けてどのような方針を持っているかを示しています。一方で、誘導性危機や消費者の不安、未完成プロジェクトといった問題をどのように解決していくのか、その具体的な方法や実施の速度が今後の市場の動向を左右することになるでしょう。政府が打ち出した新戦略が中国不動産市場の活性化にどのように寄与するのか、引き続き注目が集まります。最近お伝えしているのが、不動産企業全滅の様相。中国恒大集団、碧桂園、郵送中国、施工集団、新緑空庫集団。先週は漫画企業についてもお話ししましたね。香港の裁判所での解散審理が増えつつあります。アメリカでも破産手続きをしている会社も多く、本当に全滅の様相ですが、新緑空庫集団についてお話しします。新緑空庫集団は、かつて中国で急成長を遂げた不動産開発会社でしたが、2023年4月に債務不履行に陥り、現在は上場廃止となっています。かつては中国恒大集団に次ぐ規模の不動産開発会社だったが、巨額の負債を抱えて経営破綻しています。財務がわかるところが少なく、古いデータですが、20年12月のデータでは、負債総額775億元となっています。1兆5500億円規模ですので、かつては中国恒大と比べていたとのことですが、負債規模はそれほどではありませんね。シニックホールディングスの名前で、以前動画でもデフォルトをお伝えしていました。不動産企業全体の負債は1000兆円とのことで、中国地方企業の債務、融資平台と比べても1320兆円なので、恐ろしい規模であるとわかりますが、中国の怪しい GDP23 年では19兆2400億ドルとなっており、本日のドル円147.36で計算すると、2835兆円なので、政府がどうにか動けば大丈夫なんじゃと思いますが、問題が2つあり、GDP が虚栄である可能性、債務規模が虚栄である可能性です。全人代では具体的な数字が出てこず、経済成長の数値 5% だけ出てきていますが、経済政策で目新しいことが出てきませんでした。景気が悪くなっていることが分かっているのに手を打たない。それに、必ず理由があると思います。しないではなく、できない。ぜひとも、ご意見をコメント欄でお聞かせください。ここで、あの有名な方の名言を送りたいと思います。真実はいつも一つ。慶長領集団に対する清算申し立ての審理を4月29日に延期。香港の裁判所は、中国の不動産開発大手、慶長領集団に対する清算申し立ての審理を2024年4月29日に延期しました。この延期は、ドル建て社債の主要債権団の指示を受けたトラスティが新たな申し立て人になったためです。慶長領集団は、2021年後半に120億ドルの海外債務がデフォルトに陥り、その後債務再編手続きを進めています。この会社は、中国恒大集団に次ぐ海外債務の多さを持つ中国の不動産デベロッパーです。
中間決算報告によれば、2023年6月末時点で慶長業の負債総額は2325億元、総資産は2787億元でした。従来の申立人であったブロード、ピーク、インベストメントは、慶長業が国内社債の支払いを怠ったとして清算を申し立てましたが、その後社債を売却し、申し立ての撤回を求めました。これを受け、シティコープ、インターナショナルが未払いに関連して、再修正した申し立てを行いました。慶長業集団も解散心理ですか。よく中国株が下らずに入れますね。買えば上がるのですが、連鎖破綻の可能性がある中国市場で株を買い支えられるのか、国が買い支えてくれている間に逃げよう。そう思うはずなのですが、国が何とかしてくれないことは不動産市場を見ていても明らかなのに、負債総額は2325億元、4兆6500億円。総資産は2787億元、5兆5740億円ですが、まあ、額面通りに受け取ることはできません。中国企業ならなおさらです。本当に倒産させるのか気になるところではあります。それが正常の判断だと思いますが、まずは正確な情報から中国政府は出すべきだと思います。GDP から不良債権、失業者まで、嘘でまかり通る国家が買い支える異常な市場。それが中国であるならば、外国人投資家は、反スパイ法も含めて、誰も寄りつかないことになりそうですね。中国政府は、どこまで株を買い支えるのでしょうね。イングランド銀行を潰した男をいつも思い出すのですが、中国では、それは難しいかもしれません。ただ、アメリカの ADR、米国預託証券からは、空売りできないのでしょうか。ニュース記事を見てみると、中国 ADR の空売り残増加というニュースがありますので、可能なのでしょう。もう少し解説しますね。ADR とはアメリカン・デポジタリー・レシートの略称で、日本語では米国預託証券と呼ばれます。これは、米国以外の国で設立された企業が発行した株式を裏付けとして、米国で発行される有価証券です。メリットとして、米国投資家が外国企業に投資しやすくなる。外国企業が米国市場で資金調達しやすくなる。外国企業の株価が米ドル建てで表示されるため、為替リスクを軽減できるなどがあります。普通預託証券、スポンソエット、ADR。外国企業が自ら発行する ADR。非普通預託証券、ウンスポンソエット、ADR。外国企業とは、関係のない第三者が発行する ADR があります。まあ、さすがに現段階で、中国株に投資も、空売りも、怖くてできません。本当に、景気と関係ない政府買い支え相場。投資会社は、開始後は売れず、終了前は売れず、空売りは禁止で、国家隊が買い支える相場。業績も、不安材料もそんなの関係ねえ。オーシャンパシフィックピースです。意味はわかりませんが、資金繰り難に直面する満価の危機と金融市場への影響。中国の大手不動産開発会社であるバンカが自社発の社債デフォルトを回避するために債務スワップについて複数の銀行と協議していることが関係者より明らかにされました。この動きは同社が直面している資金繰りの難しさと中国不動産市場の厳しい状況を反映しています。ムーディーズ・レーティングスによると、バンカ企業の信用評価は投資的格級からジャンク級へと引き下げられ、さらなる格下げの可能性も警告されています。この措置は、住宅販売の落ち込みと資金調達の不確実性により、信用メトリクスと流動性が悪化していることに基づいています。ムーディーズは、満価の発行体格付けを BAA3 から BA1 へ引き下げ、そのすべての格付けを見直し中であると報じました。ムーディーズは中国の不動産市場の低迷が長期化する中でバンカの売買契約が減少し、資金調達へのアクセスの不確実性が
高まっているため、今後1年から1年半の間に同社の信用メトリクスと財務の柔軟性、誘導性バッファーが弱まると予測していると述べています。万価の格付けがジャンプ級に引き下げられたことで、同社はいわゆる堕天使の状態に陥り、高格付け債の投資家による持ち分売却が懸念されています。また、最近の債務返済をめぐる懸念から、万価の株価と社債は記録的な安値水準に落ち込んでいます。これは中国の不動産セクター全体に対する市場の信頼の低下を示しており、将来的にはより広範な金融市場への影響が懸念されています。中国の不動産市場は国内経済にとって重要な役割を果たしていますが、近年では不動産開発会社のデフォルトが相次ぎ、市場の不安定性が高まっています。万価のような大手企業までもが資金繰りに苦労している現状は、中国政府が市場安定化のために取り組むべき課題の大きさを物語っています。今後、政府や金融機関がどのように対応していくかが注目されます。ちょっとわからない言葉がありましたので、調べてみました。信用メトリクスというマトリクスみたいなものでしょうか。信用メトリクスとは、企業や個人の信用リスクを定量的に測定するために用いられる指標群のことです。負債資本比率、流動比率、自己資本比率、利息負担倍率、CDS スプレッド、インプライドデフォルトレート、様々な指標が信用メトリクスとなります。いつも格付け会社は危なくなったら出てきて、信用を下げるだけの気楽なお仕事ですね。今までの信用は何だったのかといつも思います。もう一つ気になる言葉、堕天使。なんとなく意味はわかりますが、調べてはっきりさせます。堕天使債とは、投資的格債からハイイールド債に格下げされた債券のことです。日本語では堕天使と呼ばれます。なるほど、これは思った通りです。ただ、あまりに中二病なワードでしたので気になりました。格付け会社は堕天使量産機ですね。もっと投資的格かどうか調査しろと思いますが、そんな情報が出ていましたが、10% も株価が上がっていました。なかなか異常な上げですが、格下げで株価が上がっています。債務スワップ協議が株価を押し上げたのでしょうか。考えうる債務スワップとして、債務の条件変更、返済期間の延長、金利の引き下げ、債務の一部免除、債務の株式化、債務の第三者への譲渡などがあります。銀行も政府から無理難題が言い渡されますが、銀行の体力も奪うことが多いことを中国政府は理解していると思いますが、習近平氏はどうなのでしょうか。分かっていれば、どれもこれも引き受けさせないでしょうけれど。碧桂園国内でも再び支払い猶予期間20億円が払えず、ここからは少しおまけなのですが、気になるニュースが、米ブルームバーグ通信は13日、中国不動産大手の碧桂園が、12日に期限を迎えた人民元建て債券の9600万元、約20億円相当の利払いをできなかったと報じています。元建て債券では、初めて30営業日の支払い猶予期間に入ることになり、経営の先行きへの不透明感が強まっています。碧桂園は昨年10月にドル建て債の利払いを期限までにできなかったのですが、これまで元建て債券は未払いを回避してきたという経緯があります。同社をめぐっては、今年2月、債権者が法的整理にあたる清算を香港高等法院高裁に申し立てています。販売低迷も続いており、経営環境は厳しいとのこと。碧桂園をめぐって、国外だけでなく、国内の債券にも問題が発生するということですね。ホワイトリスト企業と言われていますが、結局のところ、融資は行われているのかどうか。政府が株価を買い支え、日銀状態となっていますが、破産手続きを申し立てるくらいの財務状況で、本当に融資が受けれるのでしょうか。銀行は
中国政府が指令を出してきますが、なかなか厳しい状況ではないかと推測します。不動産バブルは崩壊しました。次にやってくるのは、証券危機、金融危機だと思います。ミンスキーモーメントですね。本日の動画はいかがだったでしょうか。お気に召しましたら高評価、登録とベルの通知もよろしくお願いします。